A18 Pro チップカメラコントロールボタン 0.5 倍のカメラが望遠鏡代わりにベゼルが細くなって 80% になったとしても今までのどうもこんにちは、まみよしです。今回はこちら iPhone 16 Pro。こちら発売日に購入してもう4ヶ月も経ったので、実際に4ヶ月使ってみてどこが良かったのか。15 Pro から今回買い替えたんですけども、買い替えて良かったのか、実際に使った感想を紹介していきます。で、僕の感想だけじゃなくて、視聴者の感想、55人分をまとめた動画も作ってますので、ぜひそちらも概要欄からチェックしてみてください。ということで早速やっていきましょう。まずはこちらの iPhone、どのスペックで買ったのか紹介していきます。今回僕が購入した iPhone に関しては、この iPhone 16 Pro ホワイトチタニウムのモデルになってます。容量は 128GB。SIM に関しては楽天モバイルを入れて使ってます。フィルムに関してはトーラスのグラスゴーウルトラを使っていて、ケースに関しては ESR のクラシックシリーズをつけて使っています。で、容量 128GB なんですけど、僕はね、128GB で全然問題なく使っていますね。このチャンネルのトップページに行くと iPhone 限定の容量を無限にする方法みたいな動画、サムネあると思うんですけど、その共有アルバムを使うことによって iPhone 内のデータをほとんど使わずに写真、動画保存しています。なので 128GB でも全然十分。そうしたら16 Pro になって変わった特徴に対してのレビューをしていきます。まずは Apple Intelligence のために設計された史上初の iPhone という感じなんですけども、Apple Intelligence に関してはね、未だに日本語で使用できないので、こちらは飛ばします。続いてカメラコントロールボタンに関しては正直めちゃめちゃいいです。何がいいのかというと、例えばね、こんな感じで iPhone スリープしています。この状態でカメラコントロールをカチッと押します。そうするとワンタップですぐにカメラを起動することができます。なのでね、これ使い方としてはこんな感じでポケットの中に iPhone を入れていて、写真撮りたいってなった時にポケットから取り出す時にもうこちらのカメラコントロールを押しちゃう。で、こうやって構えた時にはもうすでにカメラが起動されていて、すぐに写真を撮り始められるっていう感じです。これがね、めちゃめちゃいいです。カメラコントロールボタンっていうよりかはカメラ起動ボタンとしてかなり愛用してますね。横スクロールのコントロールに関しては、一時期無効にして使ってたんですけど、最近はまた有効にして使ってますね。で、何を有効にしているのかというと、露出コントロールですね。例えば iPhone の露出コントロールっていいようでちょっと微妙な点もあって、こういう明るい場所とかだと、基本的にはね、プラス 0.7 ぐらいで撮ることが多いですね。そうするとね、写真全体が明るくなって結構いい感じで撮れます。ただ夜、このプラス 0.7 とか露出プラマイ0で撮ると、暗い場所を持ち上げちゃってノイズが多い写真になるので、これスライドしてあげて露出を暗く、例えばこの T シャツとかもそうですね。露出プラマイ0だと結構明るくなっちゃうんですけども、これをスライドさせてマイナス1ぐらいにして撮ると、しっかりとね、黒を黒くして写せるので、こういった点も結構気に入っています。画面タップしてこうやってね、設定することもありますね。基本的にはカメラコントロールはカメラの起動ボタンとして使ってます。シャッターもね、基本的にはこっちを押してますね。手ぶれしないし。という感じでね、カメラコントロールに関してはカメラ起動ボタンとしてめちゃめちゃ気に入っています。最近だとね、この Galaxy S25 Ultra とか、これ最近発表された Android のハイエンドスマホなんですけども、こっち使ってる時にはカメラコントロールないじゃんって思うぐらいカメラコントロールは個人的に気に入ってる機能ですね。そう。カメラコントロールもう一つ機能がありまして、このカメラコントロールを半押しで長押しすることによって、この AF ロックっていうのが新しくつきました。これはね、結構便利でして、今まで多分経験したことある人多いと思うんですけども、こうやってね、iPhone で動画を撮ってる時に一回これタップしたら、この四角、これ外す方法なかったんですよね、多分。こんな感じで露出調整したら、もう次にここにタップして、ここにピント合うけど、また違うところにピント合わせたくなったら、こうやってまたタップしなきゃいけないみたいな繰り返しだったんですけども、今回ね、こちらのカメラコントロールボタン、これを長押しすることによって、ここの黄色バックが今、パンパンってなりました。そして離すと真ん中に戻って消えます。これが結構でかい。たまに長時間動画撮影してて、タップしちゃったよ。ここにしかフォーカス合わないじゃんみたいなことがあったんですけども、これで録画中に直すことができるので、これもね、結構嬉しいポイントになってます。ただ標準の動画アプリは僕はあんまり使わないので、そこまで関係ないかなっていう感じです。続いてカメラに関してはね、これもね、最初のレビュー動画で言ったんですけども、今回超広角カメラ 0.5 倍のカメラが進化しています。これがね、今まで1200万画素だったのが4800万画素になりました。この進化は結構大きいで、何がでかいのかというと、まずね、この 0.5 倍で撮るとき、僕は4800万画素で撮るってことはない。ただ、いい点がありまして、例えばね、これ 0.5 倍じゃなくて1倍を選択して、これでめっちゃ近寄ります。こうなると、ここに鼻のマーク出ると思うんですけど、これをオンにすると、こんな感じで勝手にね、0.5 倍のマクロに切り替わります。この時の画質が上がってます。これなんでかというと、今までね、これ 0.5 倍だと1200万画素でしたよね。で、これで1倍にすると1200万画素の真ん
中を2倍クロップするので画質劣化が起きてたんですけども、今回4800万画素の中心部分を切り出す、1200万画素で切り出せることによって、超広角 0.5 倍で撮っても1倍で撮っても画質劣化がなく、超ズームで指の毛が見えるぐらいズームで撮影できるといった感じになってます。僕はあんま超広角カメラはね、使うことはないんですけども、超広角を使う人にとっては、今回の超広角カメラの進化は嬉しいと思います。欲を言えばね、超広角は4800万画素、メインカメラも4800万画素。で、今5倍レンズだけね、これ1200万画素になってるので、この5倍をね、4800万画素にしてもらえれば、5倍の真ん中を切り出して、10倍ズームがね、画質劣化なしでできるようになるので、それがね、次の iPhone 17で搭載してほしいなと思ってます。そして、全部4800万画素になることによって、8K 撮影っていうのができるようになると思うので、多分ね、来年の iPhone 17に関しては 8K 撮影に対応するんじゃないかと、個人的には期待しています。そう。あとね、今までの iPhone 15 Pro は 0.5 倍、1倍、3倍だったんですけども、今回ね、今までの Pro Max と同じく16 Pro でも5倍レンズになりました。これの使い心地に関しては、最初はね、3倍使えなくなったのちょっと痛いなと思ったんですけども、おおむね満足しています。5倍レンズだとね、やっぱ3倍よりもズームできるし、5倍ズームとかじゃなくて、10倍ズームしたりとか、そういったことあると思うんですよね。遠くのものを撮るときと。あとね、これ5倍レンズのいいところは、写真を撮るだけじゃなくて、これ望遠鏡代わりに使えます。例えばちょっと離れたところの文字を見たいってなったら5倍にして、さらにこうデジタルズームも入れてあげて、遠くの文字をこれでくっきりと読むことができます。よく僕が使うのは、例えば看板の文字を見たり、あとはちょっと離れてるフードコートのメニューをこう5倍レンズで見たり、そういった使い方ができるので、意外とね、写真を撮んない人にとっても便利ですね。ただね、この5倍レンズ欠点もあります。何かというと、夜ね、この5倍のレンズ確か F2.8、普通のメインレンズよりも暗いので、iPhone がね、この5倍レンズで今撮るよりも明るい1倍レンズでこうデジタルズームした方が写真とか動画が綺麗に映ると判断して、5倍レンズが使われないことがあります。特に夜。ちょっと夕方とかでも使えない時もあるので、そこがね、結構弱点ではありますね。それこそサードパーティー製のアプリとかで5倍レンズを強制的に使うっていうこともできるんですけども、やっぱりね、純正のカメラアプリで撮りたいので、そこのね、アルゴリズムを変えたり、あとは設定でしっかりと5倍になったら5倍レンズを使うとか、そういった設定ができるようになったら嬉しいと思いますね。これはね、ずっと昔からそうなので、今後も搭載されないような気はします。ギャラクシーはね、その辺優秀で、この5倍にしたらね、ほとんど5倍にしてくれるので、そういったところはちょっとギャラクシーの方が勝ってる感じはあります。で、あとね、最大のこの5倍レンズのデメリットとしては、寄れないです。これ最短撮影距離が、この前測った時120センチぐらいだったかな。被写体との距離めちゃめちゃ取らないと5倍レンズっていうのは使えないので、そこがね、欠点ですね。なので室内では5倍レンズで撮ってるつもりだったけど、意外とデジタルズームが使われてたり、そういったことが多いので、5倍レンズね、これセンサーのせいかな。センサー新しいのに変えて、もうちょいね、近距離でも5倍レンズを使えるようにしてくれたら嬉しいと思います。特にこの Galaxy S25 Ultra、これの5倍レンズがめちゃめちゃ優秀で、特にね、この夜景を撮る時とかもしっかり5倍レンズ使ってくれて、露出もね、下げてくれて、夜景とかもしっかり撮れるし、そうだな、でももしかしたらセンサーサイズのせいで、そういう制約があるのかもしれないんですけども、ちょっと使いづらさはあることは覚えておいてください。店舗とかね、触ってみるといいと思います。続いては、今回の iPhone 16 Pro から撮影可能になって 4K120fps の動画に関しては、使ってません。これが普段使ってる 4K60 の撮影なんですけども、これ 4K100 フレームとか 120fps にすると、ここ見てください。1倍と2倍しかありません。これメインのカメラレンズしか使えなくなります。なので、基本的には使わないですね。それこそ、スマホの 120Hz のディスプレイを撮影する用としてしか使ってないので、基本的にはこの 120fps は使っていません。ただね、Vlog とかでスローモーションなシーンを挟みたい。そういった方はね、この120フレームの動画撮影っていうのは生きてくるかもしれません。でも基本的に使わないと思います。で、あとは、今回の iPhone 16 Pro に関しては4つのスタジオ品質のマイクということで、マイクがかなり強化されました。それこそね、今こうやって撮影してる場所のエアコンの音とか背景ノイズっていうのをカットできるモードがついたんですけども、それがね、自動でかけられないんですよね。動画を撮影した後にスマホの編集ボタンを押してマイクの設定を変えるみたいな感じでやんないといけないので、基本的には使ってません。それこそね、今ここにつけてるワイヤレスマイク、こういうマイクの方がね、綺麗に音拾えたり、もともとノイキャンついてて後処理必要なくて楽なので、僕はこっちを愛用しています。ただこの iPhone 16 Pro 単体で動画を撮ってる人とかだと、この恩恵あると思います。僕は基本的にはワイヤレスマイク使っちゃってますね。続いてはベゼルですね。今回の iPhone 16 Pro そして Pro Max に関してはベゼルが細くなって画面が大きくなりました。このベゼルの細さに関しては最初はね、なんかめっちゃ感動したんですけども、久しぶりにスペックシートを見て、そういえばベゼル変わったんだっていうぐらいなので、ベゼルの細さっていうのはあんま関係ないと思
思います。画面が 0.2 インチだったかな、でかくなったっていうのも正直ね、体感差はほぼほぼないですね。慣れたら全然変わんないっていう感じですね。あと、この iPhone 16 Pro になってから、このベゼルの幅が細くなったので、こういった黒縁のフィルムっていうのは、ものによっては被るようになりました。今のところ被らないこのガラスフィルムっていうのが、トーラスのグラス号シリーズだけなので、そういった被りが気になる方は、トーラスのフィルム買うのがおすすめです。で、その被り、言うてね、ちょっと被るぐらいなので、別に気にならないっていう人は、ベルモンドっていうね、福岡の会社だったかなのモンスターフィルムってやつが2枚入りで1000円、1枚500円で買えて、フィルムの強度もかなり高くなってるので、それがおすすめです。ベルモンドかトーラスのフィルム買っておけば間違いないっていう感じですね。iPhone 16とかだったら、ベルモンド一択とかでもいいと思います。という感じで、ベゼルとか画面の大きさっていうのはあまり対価差はありません。続いては A18 Pro チップですね。今回 A18 Pro チップになって、スペックっていうのが結構変わりました。ただね、これも体感差は正直あんまないかな。AI 機能とかそういった機能だとね、15シリーズと結構スペックの差はあるかもしれないんですけども、今 AI 機能使ってないので全然わからないです。ゲームとかの体感差もね、そこまでないですね。ただ A18 Pro チップになったことによって多分ね、発熱が少なくなった気がしますね。例えばさ、ゲームとか長時間やってるとこうやって画面の明るさがこう最大にしてるのに下がっちゃうということはあると思います。そういったのが今回の iPhone 16 Pro に関しては減ったので、ゲームをよくやる人とか、そういった人はね、結構恩恵はあるのかなと思いました。あとね、ゲームをめっちゃやるよっていう人は結構変化があるのかなと思います。この辺はね、AI が使えるようになって、またどうだったのかっていうのはレビューしたいと思ってます。あとあれ、今回ね、排熱性能が 20% 向上って書いてありますね。なのでそれが、さっき言った画面が暗くなりづらいっていうのに繋がってきてるんだと思います。なので、熱耐性っていうのは 20% 上がってるので、それは確かに体感しています。それこそね、この動画も今 iPhone で撮ってるんですけども、今までの15 Pro だと、これアプリがね、アップデートしたから変わったのかわかんないですけど、今までだと1時間20分とかでたまに切れちゃってたこともあるんですけども、こっちはね、今1時間半とか回しても全然カメラ切れたりしないので、そういった点はね、16 Pro いいと思います。ただね、この今 4K60 フレームで撮ってるんですけども、結構ね、今この iPad にこんな感じでモニタリングして撮影してるんですけども、これをするとね、若干フレーム落ち、60fps 出てないような感じになるので、それがね、iPhone 17シリーズになったら直ってほしいなと思ってます。もしかしたら、このブラックマジックカメラのアプリのせいかもしれないので、その辺はちょっとどうなるかわかんないですね。17の時にまたレビューしたいと思ってます。続いてはね、こちら。多分スマホを選ぶ上で一番重要視してる人が多いと思うバッテリーについてですね。バッテリー16 Pro になることによって、さらにこんな感じでバッテリー時間が長くなっています。体感差としては確かにバッテリー持ち良くなってますね。今だと 64% か。僕普段あんま充電する癖ないので、家出る時に 60% とか 40% で出かけることが多いんですけども、今まではね、もう確実に切れちゃってたんですけども、耐えられるようになったので、やっぱりね、バッテリーの持ちっていうのは体感良くなってると思います。15から 20% ぐらいはバッテリーの持ち良くなってるような気がします。続いてデザインに関してなんですけども、デザインはね、正直めちゃめちゃ気に入ってます。今までのね、iPhone 15 Pro までは、ここの側面がステンレススチールって言って、ピカピカの超光沢仕様だったんですけども、今回はチタンということで、結構ね、マットな加工がされています。なのでね、質感すごい良くなって、高級感増してますね。なので個人的にはデザイン、そして側面の感じがめちゃめちゃ気に入ってます。特にこのデザートチタニウムの側面の色がめちゃめちゃいいので、側面の色を重視したいという人は、デザートチタニウム選んでみてもいいと思います。で、あと、今回ね、このホワイトチタニウム選んだんですけど、この色は大満足ですね。で、あとチタニウムになったことによって丈夫になったらしいんですけども、その辺はね、特に感じてないですね。ケースに入れたままコンクリートに落とすっていうことは何回かやったんですけども、落としてこう、凹んでるとか、そういったことはないですね。ちなみに凹みやすいのはアルミですね。iPhone 16とかのアルミは結構落としただけで凹んだりすることはあります。iPhone 16買って落としてガリガリになっちゃったとか、凹んだっていう方いたらよかったらコメントで教えてください。なので、チタンに関しては見た目が変わったかなっていう感じ。そう。あとね、重量。今回重量が 20g ぐらい軽くなったんですよね。前回のモデルと比べて。ただ、慣れたらあんま変わんないっていうか、軽いのに慣れてるので、15 Pro を今から持ったら重って感じると思うんですけども、特にね、手の負担が減ったとか、あと、寝っ転がってる時にこう、顔の上でこうやって見るじゃないですか。そういった時に落としにくくなったとか、そういったことはないですね。めっちゃ変わったかって言われたら変わんないです。慣れます。続いてね、今回マグセーフ。これ今まで最大ワット数が 15W だったんですけども、今回ね、マグセーフの充電が 25W に進化しました。ただこれはね、恩恵ほぼゼロです。これね、検証した動画あるんですけども、なんとこのマグセーフ 25W に対応しているのは純正のマグセーフ充電器だけです。なので、例えば今僕が使ってるアンカーの T2 のワイヤレス充電器とか、他のメーカーのマグセーフのワイヤレス充電器とか、そういったものだと 25W で充電することができません。なので、ここはね、ほぼほぼ変化はないかなと思います。今後ね、アクセサリーが対応してくる可能性もあるんですけども、今のところは特に出てはないですね。あとは 25W でワイヤレス充電でき
きるんですけども、ワイヤレス充電って有線充電よりもかなり発熱します。で、その純正の 25W の充電器つけてると、ものの5分10分でもう 25W 出なくなるので、ワイヤレスで 25W っていうのはちょっと物理的に厳しいのかなと思ったりしていますね。なので、例えば、これレビュー動画出してるんですけども、この ESR の G2、こういった充電器に関しては、背面から風が出て iPhone を冷却しながら充電できるんですよね。こういったものが 25W のマグセーフに対応すれば、その最大 25W でのワイヤレス充電っていうのは恩恵出てくると思います。今のところは特に体感差はないです。ということで iPhone 16 Pro 4ヶ月使ってみた感想を話してみたんですけど、いかがでしたでしょうか？僕はね、こちら15 Pro から16 Pro に買い替えて良かったのかというと、普通に良かったです。ただ、僕はね、これで YouTube 撮ってるから、買い替えて良かったなと思うんですけども、普通に生活してる分で、15 Pro を持ってる人が16 Pro に買い替えたら、あんまり進化は感じられないし、買い替える必要はないかなと思います。ただね、今 iPhone 11から16シリーズに変えるか、15シリーズに変えるか悩んでるっていう方にとっては、16の方が圧倒的にいいので、15シリーズを買うよりも最新の16シリーズ買うのがおすすめです。15シリーズ買うとしても16 Pro ですね。アプリインテリジェンスが使えるので。なので今から買う人に関してはちょっと高くてもね、やっぱ最新の16 Pro 購入した方が長く使えるし、あと発熱とかも抑えられてて、ゲームとかも快適だし、カメラも5倍レンズになってて、高倍率でいけるし、バッテリー持ちもいいし、とにかくね、バッテリー持ち重視してる方が結構多いので、iPhone 15 Pro よりも16 Pro の方がバッテリー持ち 20% ぐらい多くなってるので、それこそあれよ、iPhone のこのバッテリーの劣化具合、これが 80% になったとしても、今までの15 Pro と同じぐらいの性能になるのかなみたいな感じになるので、15 Pro を安く買うよりも16 Pro をちょっと高く買って、バッテリーの交換を減らすっていう方が同じぐらいの値段になるし、16 Pro の方が性能が高くて、快適に使えるので、今から買うんであれば16 Pro を買うのがおすすめです。こんな感じのね、個人的なレビューだけじゃなくて、視聴者のね、コメントでレビューしてもらったやつを約50人分紹介した動画も作ってますので、ぜひ概要欄から見てみてください。この動画参考になったと思ったら、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。以上、バイバイ。